こんにちは、うちチャンネルです。今回は花びらに奥行きを出したくて2色を混ぜて作る花びらに挑戦しました。紫色を入れた後、白色を入れ、混ぜています。先に入れた色が下側からは濃く見えるので、色の入れる順番を変えると、色の見え方がちょっと違ったりします。1個前に作ったピアスです。薄紫色が可愛いのではと思って作ってみたのですが、自分のイメージと違ってしまったので、少し濃いめの紫色にして再度チャレンジすることにしました。この着色剤は透明度が高いので、今回は多めに入れました。色を見ながら足していったので正確には覚えていないのですが、紫は4滴以上、白は5滴以上入れています。ライラックの花びらの外側が丸まっているところをレジン液の真ん中をへこますことで表現しました。紫色が多めのつぼみ部分パーツも作りました。色はもう少し濃くしてつぼみだと分かりやすくした方が良かったと後で思いました。つぼみ部分の白色は先端部分にだけ混ぜ込みます。追加して紫色を濃くしています。あまり色の違いが分かりませんが、左側の2個がつぼみ用で右側が花びら用です。モールドから出した花びらがデコボコしていたら研磨します。このモールドはセリアのネイルパーツコーナーで何年も前に買ったので、今はもう売っていないと思います。もしもこの動画を見て作ってみたいと思ってくださる方がいたら、お湯プラで簡単に自作のモールドが作れます。小さいパーツを温めたお湯プラに押し込み、モールドを作ります。モールド作成時には際を大事に作ります。そして上の面をなるべくまっすぐに作ります。自作モールドだと少し大きなパーツになりましたが、この大きさでも同じ土台の大きさで作れそうです。試作で気づけたのですが、ちょっと遠目で見ると花びら同士の境目が分かりにくくなり、ぼんやりしてしまうんです。なので、境目を少し目立たせるために白色をつけました。花びらに使った白色では薄かったので、ちょっとだけ着色剤を追加。白色は1回だけでは目立たなかったので、3回塗り、厚みを増しました。上から見たら白色との境目が変だったので、色味をなじませるために白色を1回塗っています。レジンで固めてしまう前にパターンプレートの上に花びらを並べてみて、出来上がりの感覚をつかんでおくと失敗しにくくなるのでおすすめです。動かないように耐震マットの上で並べています。つぼみの部分以外は全てへこみを上に向けようと考えていたのですが、配置してみると何か寂しい感じがしたので、真ん中の4枚だけにしました。花びらの枚数などを変えてみるとよりライラックっぽくなりますが、これではピアスとして大きすぎると思いコンパクトに仕上げました。土台にするモールドが 15mm ほどだったので、収まるかどうかをパターンプレートで確認。はじめは花だけのピアスにしたかったのですが、立体感がなくて変な感じがしたので土台をつけます。ラメはモールドの側面から見えるように立てて入れたり、奥行きを出すためにモールドの奥や手前に場所を変えたりして多めに入れました。土台を硬化している間にセリアで購入したネイルパーツのストーンチェーンを必要分カット。レジンでくっつけて花の中心にのせるアクセントにします。土台ができました。横からも綺麗にラメが見えます。柔らかい感じにしたいので、裏面にレジン液を足し、ちょっと膨らみを持たせ、角を研磨しました。土台に花びらを乗せていきましょう。その前にパターンプレートを利用して花びらを立たせ、1個の花を作ります。パターンプレートの裏側には花びらを固定するためのテープが貼ってあります。配置を崩さないようにレジン液を置いて硬化します。上から当ててみて、土台に全ての花びらを乗せれるかどうかの最終チェック。土台にレジン液を乗せて花びらを配置していきます。花びらが落ちないようにそっと持ち上げて、裏側からも花びらの見え具合をチェック。先ほど花びら4枚をくっつけて作った花を空中で当ててみて、花びらの配置具合を見ます。この状態で一度硬化。乗せにくかったのでつぼみの部分の1個、真ん中をへこませて作り直しました。へこみ部分に白色のレジン液を入れて、乗せて、硬化します。レジン液を乗せて、花を乗せて、硬化。チェーン同士をくっつけた時の余分なレジンをカットし、レジン液を乗せて、ストーンを乗せて、硬化。針なしヒートンキャップの金具をレジンでつけました。花びらと土台の接着強化も考えてコーティングをしました。
できるだけ花びらの宝石カットの跡を残したかったので、薄く塗ったのですが、ほとんど消えちゃった。角が丸くならない極薄のコーティング方法をご存知の方がおられれば教えていただきたいです。土台の裏面も可愛くしていきます。ネイル用のシールを使いました。シール裏面にレジン液をつけて、余分な量を落とし、お好みの場所にのせます。デコボコ防止のために、レジン液をシリコンペンで平らにした後で硬化。ごちゃごちゃして見えますよね。なので、マットコートを塗ります。裏面と側面だけですよ。花びらには塗らず、花びらの隙間には塗りました。文字部分もマットなままにしています。右側はマットのままと、キラキラにした時の文字の見え方違いのサンプルです。キラキラにするやり方はマットコート硬化後、トップコートで文字をなぞり硬化するだけです。実は試作で時間を取られすぎ、片耳分しか作れていません。だけど、ライラックの花の時期が過ぎてしまうから、動画作成優先で、もっと手早く作れるようになりたいです。共に素敵なハンドメイドライフを過ごしましょう。